皆様こんにちは。今回は新車で買って3年乗ってるスイフトスポーツに実際に取り付けて本当に良かったと僕が思う1万円以下で買えるコスパ最強のおすすめパーツをご紹介します。一つ目がドリンクホルダー。スイフトスポーツ純正のドリンクホルダーって市場ではあまり気づかないんですが、実際に乗ってると正直使いにくいです。純正のドリンクホルダーはドアサイドのところやセンターコンソールのところにありますが、どちらもちょっと遠いので体勢を変えないとドリンクを取ったり置いたりできないので、運転中に飲み物を取ろうとしたら目線がずれてしまうんですが、こちらのドリンクホルダーだと目線と姿勢を変えずに飲み物を飲めるようになります。取り付けも簡単でエアコンのところに取り付ける感じです。よくあるオートバックスで売ってるエアコンの羽のところに洗濯バサミみたいなもので引っ掛けて取り付けるようなものではなく、エアコンの枠にがっつりと固定して、さらに両面テープで固定なので、一度つけると外れる心配がゼロで一切グラグラしないです。見た目がスズキ純正かなと思うぐらい純正な見た目なので、後付け感が全くないのもいいですね。それなのにお値段がなんと運転席側助手席側ともに2700円なので、これは間違いなく運転が快適になるドリンクホルダーなのでおすすめです。こちらはマニュアル車限定になりますが、モンスタースポーツのシフトノブがめっちゃおすすめです。僕はこれまでにトラストのアルミ製シフトノブ、アールズのシフトノブといろいろ使ってきましたが、この3つの中でモンスタースポーツのシフトノブが一番シフトが入りやすく、シフトチェンジしやすいです。モンスターのシフトノブの重さは 64g と、この3つの中で一番軽いので、重さに任せてシフトチェンジするのではなく、実際に少し力を入れてシフトチェンジする必要がありますが、なぜかめっちゃスコスコと入ります。最近オフ会によく行ってますが、オフ会でもモンスタースポーツのシフトノブを使ってる人が多く、サーキットをゴリゴリに走ってる人もモンスターのシフトノブが使いやすいので気に入ってると言ってました。なんでこんなに軽いのにシフトが入りやすくなるのか正直全然わからないんですが、めっちゃいいシフトノブですね。トラストもアールズのシフトノブもめっちゃいいんですが、これまで3年乗ってきて一番僕にやってるシフトノブはモンスターでした。コスパ最強のおすすめグッズ、3つ目はドアノブのカバーになります。こちらのドアノブのカバー、まさかのスズキ純正のパーツです。スズキ純正といっても日本のスズキではなくタイのスズキです。3年も乗ってると気をつけていたとしても、ドアノブの内側に細かい傷がつくので、早い段階でつけていいかなと思います。見た目もカーボン調なので結構かっこいいかなと。こちらのカバーを取り付けて今で1年ぐらいですが、色あせたり劣化した感じはないです。取り付けも両面テープで貼り付けるだけなので結構簡単で誰でもできます。詳しい取り付け方は別の動画で詳しく説明していますので、ぜひ取り付け動画も見ていただけると幸いです。動画の下にある概要欄に取り付け動画の一覧を貼っておきます。4つ目になりますが、フィンアンテナになります。スイフトスポーツ純正のアンテナはシンプルな棒のアンテナなんですが、こちらのアンテナに変えると見た目が良くなります。僕は浜松に住んでまして、さすがスズキの本社がある町だけあってスイスポとめっちゃ遭遇します。納車された時ぐらいに洗車場で洗車してる時にたまたま横に来たスイスポのアンテナがフィンアンテナになっていて、実際に現物見るとめっちゃ良かったので速攻でポチって取り付けました。こちらの取り付けもめっちゃ簡単で、純正の棒アンテナを外してそこにアンテナをドライバーで接続、その後上から貼り付けるだけです。買う前に読んだレビューで貼り付けてから半年ぐらいで剥がれてしまったとかのレビューが数件あったんですが、僕の取り付け動画を参考にきちんと脱脂して貼り付けると剥がれることはないと思います。というのも、こちらのフィンアンテナを貼り付けてからもう2年ぐらい経ちますが、一向に剥がれる気配はないですし、洗車機に何回も突っ込んでますが一切剥がれませんね。ラジオの感度が悪くなった後のレビューもありましたが、浜松で有名なラジオ放送の K-MIX の感度は一切変わらないので、そこまで気にしないでいいと思います。見た目がめっちゃかっこよくなって、アンテナを折りたたむことなく洗車機が使えるようになるのでおすすめです。5つ目が防音施工になります。スイフトスポーツって走ってると結構うるさいです。極限まで軽く安く売るためにスズキがいろいろと軽量化したからだとは思うんですが、ロードノイズが結構大きめです。もし僕みたいに車外マフラーに交換をしている方であれば、おそらく子守音にも悩まされているかなと思いますが、マフラー変えて頭痛くなった人いませんか？多分結構おると思うんですけど、
ど、そのロードノイズやマフラーの不快なこもり音をだいぶ軽減してくれるカスタムが防音施工になります。やり方も結構簡単で、足元のフロアマットの形に合わせて防音シートを切り抜いてマットの下に敷くだけ。特に防音の効果が大きいリアのトランクのむき出しの鉄板にアルミのテープを貼り付けて、その上から吸音マットを敷くことでだいぶマフラーの不快な音をカットできます。僕は一度に車全体の防音施工をがっつりとやったので、どれが一番防音に効果を発揮しているかわからないですが、おそらくトランクの鉄板にシールを貼ってその上に防音マットを敷いたことでマフラーのこもり音がだいぶ小さくなって頭痛にならないレベルまで下がったので、もしマフラー交換したせいで頭痛になっている方がいればぜひ試してみてください。マットの形に合わせてハサミで切るだけなので誰でも簡単にできます。全部説明すると結構長くなるので、詳細は防音施工の動画を見てください。概要欄にリンクを置いておきます。6つ目のコスパ最強カスタムはサイドブレーキのカバーになります。スイフトスポーツ純正のサイドブレーキって正直めっちゃ安っぽいので、側のカバーを取り付けることでだいぶ見た目がマシになります。取り付けも簡単なので、内装のチープな感じが嫌な方にはだいぶおすすめの商品になります。取り付けも純正のサイドブレーキの上からかぶせるだけなのでめっちゃ簡単です。サイドブレーキの糸も9色から選べるので、内装に合わせて赤色にしてもいいし、個性出して他の色も選べるのでかなりお気に入りです。次のコスパ最強のおすすめパーツは、マニュアルのクラッチ操作を快適にするパーツ2つになります。まず1つ目はシフトカラー。スイフトスポーツ純正のシフトフィーリングは結構ゴムっぽくてあまり好きじゃないって方いると思うんですけど、確かに純正部品はゴム製なのでぐにゃぐにゃしたシフトフィーリングになっています。それを今回紹介するアルミでできたシフトカラーに交換することでシフトが入りやすくなり、ゴムっぽい感じも消えてシフト操作がだいぶやりやすくなります。鈴木ディーラーのメカニックの方もシフトが入りにくくなったらミッションオイルを交換するかシフトカラーを交換してくださいとプロが言っていたので、間違いなくおすすめできます。取り付けは僕みたいな素人だと難しいと思うので、不安な方は工賃払ってプロにお任せした方がいいですね。そしてもう一つのシフト操作を快適にするパーツですが、クラッチペダルを踏み込んだ時に当たるゴムの効果になります。純正状態のスイフトスポーツってクラッチペダルを結構奥まで踏み込まないとダメなんですが、こちらの小さいゴムの部品を交換するだけでクラッチペダルの踏み込みが若干浅く手前になることで、本来であれば思いっきり足伸ばさないとクラッチ操作ができなかったところ、少し手前になることで快適にシフトチェンジができるようになります。こちらの部品ですが、スズキのディーラーに電話すれば121円で買えるので、ぜひ電話して買ってみてください。交換も1分もあれば終わります。ディーラーに行くのめんどくさい人は Amazon にも売ってますが500円ぐらいするので、ディーラー行ってアイスコーヒーを無料で飲みに行くついでにゴム買うのがコスパ最強です。こちらのゴムですが、この動画で紹介した中で一番コスパがいいパーツなので、ぜひ騙されたと思って交換してみてください。一部の人からこちらのゴムに交換するとクラッチが完全に切れなくなってしまうんじゃないかと言われたことありますが、これまで3年乗ってきて一度も不具合出てませんし、半クラまである程度の隙間がありますし、車検も問題なく通っているので大丈夫だと思います。もし買ってみて違うなと思ったら純正に戻せばいいだけなので、ぜひ試してみてください。早いものでおすすめのパーツ紹介は残り2つになります。9個目のおすすめのコスパ最強パーツはフットレストになります。スイフトスポーツ純正のフットレストは見たらわかると思うんですけど、だいぶしょぼいです。プラスチックの板があるだけでただの足置きです。ここで今回紹介するレイルのフットレストを取り付けることで、プラスチックの板がアルミに変わり角度もつくので、クラッチペダルまたはブレーキから足を横にスライドさせやすくなります。またカーブを曲がるときにきちんとフットレストを踏むことで姿勢を固定できるので、運転がさらに快適になると思います。こちらのフットレストはオートマ、マニュアルどちらにも取り付け可能です。取り付け方法は別の動画で詳しく解説していますが、若干取り付けのレベルが高く見えるんですが、 DIY 初心者の僕でも近所のカインズで工具を揃えたら意外と簡単に取り付けできたので、 DIY で取り付けてもいいかもですね。ただ DIY 全般に言えることですが、工具を揃えること自体が結構高くつくことが多いので、今後 DIY する予定がない方は工賃払ってプロに取り付けをお願いした方が結局安くなると思います。このフットレストは機能性もありますし、何よりも見た目が良くなるのでつけて間違いないかなと思います。
最後のコスパ最高パーツは Amazon のエコーオートになります。こちらのエコーオートを簡単に説明すると、ボイスコマンド、つまり声でスマホを操作できるようになり、ハンズフリーで音楽を再生したり、遠隔で家の家電を操作したり、スケジュール管理、ニュース、天気予報、ラジオを聞いたりと、ほんといろいろできるやつです。おそらく今の説明を聞いて、これってスマホの Alexa アプリを開いた状態にしたら同じことできるんちゃうんと思った方多いと思うんですが、その通りです。あくまでエコーオートは Amazon のアプリを操作できるマイクでしかないです。ただ、車に乗り込むたびに毎回スマホから Alexa のアプリを起動してスマホの画面に表示させてスマホホルダーに固定するのって毎回やるのめんどくさくないですか？こちらのエコーオートがあれば、車のエンジンをかけたら自動的にエコーオートとお手持ちのスマホが接続されて、スマホの画面がオフになっている状態、カバンやポケットに入っていたとしても、こちらの音声コマンド Alexa 音楽かけてを認識して Amazon Music から音楽かけてくれます。 Amazon の会員になっていないと意味ないんですが、今世の中に腐るほどあるサブスクで Amazon プライムが一番コスパいいと思うので、本当おすすめです。会員になると Amazon 配送が無料、音楽、映画、アニメ見放題、スマホやカメラで撮った写真をクラウドで無制限に保存してバックアップ、毎月1000冊以上の本が読み放題、これだけ揃って月額500円、年払いだと4900円で約100円安くなって月額408円になります。僕自身は Amazon 以外に Netflix や Unext などのサブスクに加入しているので、 Amazon プライムがいかに安すぎるか体感しております。ちなみに Netflix は月額1980円を毎月払ってますが、ストレンジャー・シングスが面白すぎるので払う価値はあります。ちょっと話がそれましたが、エコーオートがあることでお手持ちのスマホがエンジンをかけると自動的にアプリと接続されてハンズフリーで操作できるようになるので、長距離運転する時などだいぶ楽できます。エコーオートの取り付けはエアコンの穴にマウントを差し込むか、僕みたいにハンドルの隙間に貼り付ける感じです。この隙間に貼り付けるやり方だとケーブルが隠れてパッと見何もついてないように見えるのでおすすめです。電源は USB から取る感じですので、シガーソケットかナビの余っている USB ソケットから電源取るだけです。マニュアル車だと特に楽になると思うので、車内で快適に過ごしたい方にとってはなかなかおすすめできます。以上、1万円以下で買える Swift スポーツのおすすめパーツ10選でした。今回紹介したパーツのリンクは全て動画の下にある概要欄に載せておきますので、他の方のレビューを読んでみてください。また取り付け方の動画も合わせて置いておきますので、どうやって取り付けるか参考までに見てみてください。僕のチャンネルでは今回のようなおすすめパーツ紹介、レビュー動画、旅行 Vlog など幅広く動画を公開していますので、ぜひこの機会にチャンネル登録して他の動画も見ていただけたらと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ほなまた。